右足を伸ばします。反対の左手で右のつま先触りに行きます。空いてる手は床ついておいて OK です。僕はね、こっち側だけ硬いです。皆さんも左右差あるんじゃないでしょうか。ゆっくりね、反動つけてもいいので、なるべく膝伸ばしたまま、つま先を触りに行く。で、左右差すごい気にする方いるんですが、人間はね、みんな利き手があるので、左右差があって当たり前です。気にしなくて大丈夫です。呼吸止めないで、ちょっとずつ前倒れて頑張って頑張って。頑張れ頑張れ。きつい。よし、OK。次、開脚しましょう。無理ない範囲で大丈夫です。開けるとこまで開いて、こう、内ももがね、伸びるぐらいまで開きましょう。ゆっくり前、倒れていきましょう。内もも伸びてれば OK です。これもね、開脚も理想は120度開いて、おでこがね、床につくぐらいまでいけたらいいと思いますが、僕もね、90度、手のひらが床につくので、やっとです。最低でもね、肘が床につくぐらいまではいけるといいと思います。僕も硬いのでね、一緒に頑張りましょう。余裕できてきたら、ちょっとずつ開いていくといいと思います。よし、OK。そしたら次は、このあぐらみたいな状態から、右足を左、こっちに持ってきます。で、この足をお腹にぐーっとつけます。右のお尻伸びる感覚あれば OK です。なるべく足をお腹にぐっとつけるとより伸びてきます。なるべく姿勢を正して、こう上からね、頭をぐっと引っ張られてるイメージやるとより伸びてきます。きついよって方は右足、ここでも OK です。右のお尻が伸びてればそれで正解です。余裕がある人はなるべく右足をお腹にぐっとつけてしっかり胸張るとより伸びてきます。 OK。 逆側行きましょう。左足を右こっちに持ってきます。で、この左足をお腹にぐーっとつけると左のお尻伸びてくると思います。呼吸止めないようにしましょう。なるべくぐっと胸張るといいと思います。で、こう股関節なのになんでお尻なのって思う方いるかもしれませんが、股関節って英語でヒップジョイントって言うんですね。お尻の関節。ってぐらい、お尻はね、股関節全体を覆っているので、股関節柔らかくするためには重要な筋肉です。よし、OK。したら次は、このあぐらみたいな状態から、右足を前に出しましょう。で、このまま体を正面に倒していきます。右のお尻伸びる感覚あれば OK です。で、いまいち伸びないよって方は、もうちょっと体を前に倒したり、ちょっとね、体を斜め前に倒してもいいです。こんな感じ。こんな感じです。自分が右のお尻伸びる位置探しましょう。これでも伸びない方は、足を少し前に出してみたりとか、手前に引いてみたりとかね、あ、この位置伸びるなーっていうのを、自分でね、探しましょう。呼吸止めないようにしましょう。よし、OK。逆足いきます。左足を前に出しましょう。このまま体真正面に倒していきます。左のお尻ストレッチで伸ばしてます。伸びる感覚ありますか？伸びない方は足をね、前に出したりとか、体を倒す向きを変えたり、もっと前に体を倒したり、いろいろ試してみましょう。大臀筋っていう人の体で体積が一番大きい筋肉なので、いろんな方向にね、筋肉の繊維がついてます。だから人によって硬い方向が違うので、この角度で伸びるよっていうのはね、人によります。どれが正解ではないです。皆さんが伸びる角度が正解です。よし、OK。次は、右足1回伸ばしましょう。こんな感じです。で、この状態で、右足の方に向かって体を倒します。で、右手で、右のつま先掴みましょう。最初はね、左手で掴んだんですが、今は右手で大丈夫です。この裏ももを伸ばすことが目的です。で、さっき、こう、左右差、そんなに気にしなくていいですよって言ったんですが、それでもね、女性は結構左右差気にするので、気になる方向きに概要欄にね、骨盤矯正ストレッチ、足の左右差がね、なくなるものを貼っておきますので、もし興味ある方はね、ぜひやってみてください。よし、OK。逆足行きましょう。左足を伸ばします。で、これで、左足の方に向かって体を倒していきます。左の裏もも
伸びる感覚あれば OK です。余裕があれば左手でつま先掴みましょう。空いてる手で膝しっかり伸ばすといいと思います。ただね、前に倒れるとか、つま先を掴むことが目的ではないです。裏もも、膝の裏を伸ばすことが目的なので、硬い人はね、これぐらいでも伸びてれば十分。それで正解です。よし、OK。じゃあ次、あぐらとか正座とか長座とか楽な状態で座りましょう。後頭部で手を組みましょう。そしたらこのままおへそをしっかり覗き込む。ゆっくり背中を丸める。逆にゆっくり反らせる。反らせる。ゆっくりおへそを覗き込む。もう一回反らせる。呼吸止めないようにしましょう。これ早くやることが目的ではないです。普段動かさない範囲までゆっくりでいいので大きく丸める、反らす、繰り返しましょう。しっかり覗き込む。ゆっくり反らせる。よし、OK。そしたら次はまた楽な状態、あぐら、正座、長座、何でも大丈夫です。で、真横にパンチしましょう。しっかり肘を伸ばしきる。真横にパンチ。伸ばしきる。なるべくね、姿勢正しておきましょう。しっかり肘を伸ばしきりましょう。伸ばしきる。なるべく姿勢正して、呼吸止めないようにしましょう。余裕がある人はペースアップ。ペースアップしても、しっかり肘は伸ばしきる。きつかったらね、各種目の最後の10秒サボってもいいし、再生速度を調整してもいいです。無理せずね、最後まで完走できるペースでやっていきましょう。OK。そしたら次は、右足しっかり伸ばしましょう。で、股関節なるべく開く。開いた状態で、体を真正面に倒していきます。右の内もも伸びる感覚あれば OK です。どんどん体を前に倒していって、つま先はなるべく真上向けておきましょう。そうするとね、内ももより伸びてくると思います。きついよーって方は、これぐらいでも OK。体が前に倒れなくてもね、内もも伸びてれば OK です。また、つま先がね、こうやって前に倒れちゃっても、それでも OK。内もも伸ばすことが目的です。呼吸止めないようにしましょう。余裕がある人はどんどん前に倒れると良いです。OK。次、逆足いきます。左足を伸ばします。なるべく股関節開いた状態から体を真正面に倒していきましょう。内もも伸びますか？つま先なるべく真上向けておきましょう。余裕がある人はどんどん体前に倒しましょう。で、結構ね、コメントとか見てると、すごいね、筋トレみたいに頑張ってストレッチしてる方いるんですが、あまり効果的ではないです。リラックスした状態で呼吸止めないようにふーっと気持ちいいぐらいで伸ばした方がね、効果的です。筋トレじゃないのでギューって頑張ってもしょうがないです。よし、OK。そしたら次はですね、またあぐらとか正座とか楽な状態で座りましょう。で、右手、右肘床について、左手万歳しましょう。左の脇腹、脇の下、この辺が伸びれば OK です。指先なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。で、この時よく質問いただくのが、反対の左のお尻、こうやって浮いちゃってもいいんですかって言われるんですが、全く問題ないです。脇腹、脇の下伸ばすのが目的なので、いろんな角度にね、こうやって真横に倒したり、斜め前に倒したりして、脇腹、背中、脇の下あたり、伸びる位置探しましょう。よし、OK。皆さんついてきてますか？きつかったら再生速度を調整してください。左手、左肘床について、右手万歳しましょう。脇の下、脇腹、伸びる感覚あれば OK です。右のお尻がこうやって浮いちゃってもいいです。斜め前倒したり、真横倒したりね。これ伸びるなって位置探しましょう。で、最近よくね、いただくのが、深井さんはなんでこんなにストレッチやってるで痩せないんですかって言われるんですが、前にもね、文面投稿したんですけど、基本的に食べ過ぎなことと、あと毎日違う部位のストレッチを撮影してるので、そんな簡単に痩せないですね。なので皆さんは、開脚ならね、開脚のストレッチをずっとやるっていうのもね、手段としてありだと思います。よし、OK。そしたら次は、体育座りみたいな感じで、こういう風に座って、足は肩幅より広めに開いたら、左右に倒す。膝をね、しっかり床につける。手はなるべく床につけない方がいいんですが、きつい方、床にこうやってついちゃってもいいです。膝をしっかり床につけましょう。お尻浮いちゃって OK です。
余裕がある人は手をね、床から浮かせたままこうやると体幹をね、鍛えながら股関節ストレッチができます。これもね、そんな無理しないようにしてください。腰痛い人とかは絶対無理しないで。呼吸は止めないで。きつい。よし、OK。そしたら一回足伸ばしましょう。手は床ついてください。で、片足ずつぐっと上げる。前ももをしっかりお腹に近づけるイメージ。しっかり前ももがお腹に近づくと腹筋使う感覚あると思います。膝曲がっちゃっていいです。これも余裕があったら手をね、床につかずにやると腹筋にさらに効きます。腰丸まって猫背になっちゃって OK です。むしろ猫背の方が効きます。ただ無理せずね、手床についたままでももちろん OK。きつい。頑張って頑張って。OK。そしたら次、長座体前屈いきますよ。なるべく膝曲げずに反動をつけていいので前倒れましょう。これも最低ラインは指先がつま先触れるぐらい、これぐらい。ギリギリ僕は達成。理想はね、手首がつま先ぐらいまで触れるといいと思います。膝なるべく曲げないようにして反動はつけていいのでちょっとずつ前倒れましょう。呼吸は止めないで。頑張って頑張って。頑張って。呼吸止めない。きつい。頑張って頑張って。肩腰痛い人無理しないで。よし、OK。